されども、割と暑い日が続くんで、今回はですね、ドライカレーを作っていきたいと思います。使っていくお肉は合いびき肉。これはもちろん牛 100% でもお好みに合わせて変えていただいて大丈夫なんですけど、個人的には合いびき肉の方が味のバランスがいいかなと思って使ってます。それでこのドライカレーなんですけど、僕がよく母にね作ってもらってたドライカレーですね。それが美味しくてね好きだったんですよね。普通のカレーよりも好きだったかもしれません。高校の部活帰りとかに帰ってきてこのドライカレーが待ってたりすると割とテンション上がりました。あとやっぱり暑い日にはもうたまらないですね。ちょっと食欲が今日は湧かないなっていう時でも割とスイスイ食べちゃう、そういうちょっとパワーありますね。もう本当手間がかかる部分といえばこの野菜をみじん切りにしていくところぐらいだと思ってます。で、みじん切りにするサイズはですね、個人的には細かい方が好きですね。このレシピに関して言えば。でもそれも野菜のね大きさが多少大きくても作れないことはもちろんないので好みだと思います。これの1個前のもう1個前ぐらいの動画かな、ポール・ボキューズの星野シェフと、コラボした動画を出したんですけど、本当にたくさんのねコメントをいただいて、皆さんのね星野シェフ愛が伝わってきましたね、コメントから。それでもうコメントにもねいくつもあった通りなんですけど、星野シェフのすごい優しい素敵な人格についてはもうほんとその映像のまんまで穏やかでねほっこりしたような方ですね。次回は本当にポール・ボキューズさんにお邪魔して動画が撮れたらね、なんか面白いなとかいいなって思うんですけどね。そんなわけでそのね回も実現するまでぜひね楽しみにしといていただけたら嬉しいですね。はい。このドライカレーにはですねフレッシュのトマトを加えるんですよ。やっぱこのフレッシュならではの軽やかな酸味がこのねドライカレーに非常によく合うので、もしなければというか、缶詰とかがねお家にあれば缶詰とかでももちろん大丈夫です。ちょっとね味は変わっちゃいますけどね、すごい大きな変化があるかっていうとそんな大きな変化はないのかもしれませんし、あるのかもしれませんね。でですよ、お肉はですね先に軽く塩をして、あとですねここにもうカレー粉も少しなじませておきます。そうするとこのお肉をね食べた時にしっかりとカレー感もね感じられるっていうのが非常に大事なポイントですね。で、なんでしょう、練りつぶさないようにさっくりと混ぜ合わせた方がいいです。練っちゃうとねなんか全部潰れちゃうじゃないですか。それはね避けたいです。もうお肉の下味をし始めたら、火をね入れていく流れです。オリーブオイルは適量、だいたい大さじ1/2ぐらいですかね、加えてひき肉を炒めていきます。でもこの時は結構強火ですね。焼き色がつきやすいように平たくしておきます。それで端っこがちょっとね茶色くなってくるんで、そのあたりでひっくり返しましょう。片側がね焼き色がついたなっていうのが確認できたらほぐしていくような感じです。ほぐすのをあんまり後の方にしちゃうともうね肉がね決着しちゃってなかなかほぐれづらくなっちゃうんで、早めにやっておいた方がいいです。それでいい感じに色がついたんで一旦バットなどに引き上げておきましょう。そしたらそのままそのフライパンでニンニクからですね炒めていって香りを出します。で程よく香りが出てきたら玉ねぎですね、これも加えて、できたらこの時点で少し玉ねぎからね味を引き出しておきたいんで塩をしておきます。でオイルが足りないなと思ったら、オイルを足して全体がちょっと黄色くなってくるぐらいまで炒めたら、次はセロリですね。セロリとあと、ピーマン、これも加えて全体にしっかりと合わせていきます。
あとそうですね、ひと塩も忘れずに。セロリとピーマンは火の通りが早いんで、全体に油がね馴染んだな、ツヤが出てきたなっていうぐらいで OK です。そしたらまた、スペースを空けてトマト加えまして、ひと塩ですね。こう塩っていうのはやっぱ食材を加えるごとに足していった方がいいです。それを計算した上でひと塩なので、1回の食材にあんまり振らないことですね。それでトマトまでいったら今度は、カレー粉、僕はよくねあれ手に入りやすい中村屋のカレー粉を使います。結構ねスーパーとかでもよく売ってるんで。そしてカレー粉が全体にしっかりと合わさったら肉を戻して、でこれであとはですね調味料ちょっと加えます。この調味料も少しこうねいろんなレシピあるかもしれないんですけど、今回はウスターソースとケチャップ、あと赤ワインですね、少し多めに加えます。そして、コラトゥーラ、イタリアの魚醤ですね。これ魚醤なければ醤油でいいです。あったらね魚醤の方が間違いなく美味しくなるんじゃないかなと思ってます。お米は今回はサフランライスを準備しました。それでドライカレーはだいたい15分ぐらいですかね、弱火で、コトコトと煮ます。トコトコ、これねいつもわかんないんですけど、そんな感じでもうだいぶこうカツカツになって照りが出てきてるような感じです。それじゃあ盛り付けドレッセに行きます。盛り付けはお好みなんですけど、サフランライスのね上にまんべんなくドライカレーが来るような、そんな盛り付けがいいんじゃないですかね。あとはお好みで卵黄を添えたらこれで完成です。うまい。うわー、うまそう。懐かしい。そして最高。これが一番うまいんじゃないかと思うんだよな、このドライカレーが。合いびき肉の程よい食感があって、それで何とも言えないねこのトマトの酸味が程よく残ってて、野菜それぞれの甘みも出てる。そしていい感じに辛い。ご飯とめちゃめちゃ合うんですよね。これがサフランライスとあまりにも合う。これガンガンいけるわ。というわけで母直伝のドライカレー、その作り方でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。